number you have dialed is not in service at this time. 香りがすごく。どうもこんにちは。焼肉ベースのそうじゃん。焼肉ベースかけるの俊介です。やりますやりますやります。序盤からちょっとカミカミでまあ元気にやっていきたいと思います、はい。まあ梅雨真っ盛りってことでジメジメしてるんで、お肉ね焼肉屋さん行ってもいいとは思うんですけど、まあ外も出たくないし暑くて雨降ってるし、家で肉をね活用できないかなとかって考えてる方もいらっしゃると思うんですよ。今日は焼肉編というよりは調理編っていう形になるんですけど、お肉を使ってさっぱり食べれるだし茶漬けと、あと昨日お寿司を食べに行ったので魚じゃなくて肉で寿司を作ってるってことで肉寿司、この2つで今日はお送りしていきたいと思います。お、じゃあ今日肉さばいていくんですけど、ちょっとね夏なんで今日ちょっと融点の低い牛を使うので、うちは結構徹底して、これ今冷凍庫で冷やしてます。まな板。まな板冷やして直前までやっぱ冷蔵庫に入れときたいですよね、お肉は。なんだよこれは。これトム三角ですね。前もちょっとやりましたけどちょうどいいポーションだったんで今日撮影しに使おうかなと思ったんですけど、まずこの油ですね弾いていきたいと思います。いい感じですね。このちょうどいいというか、あんまねサシが入りすぎてると脂っこくて、僕はこれぐらい、まあもうちょっと赤くてもいいかなっていう感じの刺し回りですね。でこれもう分割して持ってきてもらっちゃってるんで油弾くぐらいになっちゃうんですけど、本当はもっとでかいんだ。もっとでかい3、4分割ぐらいになってるのかな、いつも。まあ、こんなのはね誰でもできるんでちょっと参考にもならないと思うんですけど、できるよね、圭介君ね。できるよ。あ、できるけどあれだね、油がやっぱ多いから包丁よく研いだ方がいいよね。そうだね、拭きながらしっかりこうやって横に布巾を置いて油を拭いてから新しいところって感じだね。やってるうちに油で全然切れなくなっちゃう。そうそうそう。これはね魚でも肉でも一緒だけど、寒いよ。寒いよ。いいじゃん、暑い。僕はね夏あんまり好きじゃないんですけど、下も一緒ですね。夏好きな人多いよね。なんかどうしようもないじゃない、そのあれでしょ。冬は綺麗いいけど、そうそうそう、夏はどうしようもない。そうなんですよ。あとやっぱね食材は寒い方が時期の方が美味しいことが多いですよね。あ、締まりね。あと旬の魚とかもやっぱね、俺は冬の旬の魚が結構好きだから、ちょっとこれから憂鬱だなって感じなんですけど。これ夏なんだよね。実は。そうか。嫌いだ。あんま夏はいないんだよね。余談ですよ。誕生日のね季節が好きになるっていうけど、君違う変わってるよ。俺冬嫌い。まあね、洋服とかもねかさばんなくていいですけどね。シンプルイズベスト。本来トモサンカクはね結構こうカリカタになってるんで油削るの結構難しいんですよ。うまくこう包丁のこう角度変えながら肉を沿わないように切っていきます。一旦ある程度取れましたんで、まあ、ここから切っちゃって大丈夫ですね。でこっちの大きい方になってきたら、まあ、半分に切ってもいいかなって感じです。だし茶漬け用ですね。ユッケみたいに細かく刻んでいきますね。でご自宅でやる場合はお肉のこういうちょっと使いづらいちっちゃい部位ですね。こっち側とかって結構こうカットしてステーキとかにしやすいじゃないですか。こういうねちっちゃい方ってなかなかどうやって使おうかなってなると思うんですけど、こういうところはこうやって形が気にならないだし茶漬けとかにしちゃうのがいいですね。でまあこれぐらいですね。ここから寿司用にカットするんですけど、肉寿司はペラペラで切った方が美味しいので頑張って薄く切っていきますね。肉寿司はやっぱ見た目も大事なので、これぐらいペラペラで切った方がいいですね。何貫食べたい？一杯。 1杯3貫ぐらい3回ぐらいだ3ね。貫ぐらいでいい？これぐらいの薄さで切れるといいですよあ、ね。結構だね。これだとやっぱ口の中に入れた時に、まあ、一応熱入れるんでふわっととろけるっていうか、であんまり赤身の強いやつでやっちゃうと硬くなっちゃうんで、バーナーで炙ると割とサシが入ってるお肉がいいですね。だし茶漬け用に切っていきますね。まあユッケと同じような感じです。贅沢ですね、このだし茶漬けは。素晴らしい。喜ぶんじゃない？喜ぶだろ。まあこんな感じで準備しておきますね。調理過程っていうのは簡単なんですけど、今昆布で出汁を取って、その後鰹節ですね、10分ぐらい出汁引いてるやつですね。これをこしていきますね。
こんな感じの温だし、ここであんまり絞ると鰹節のえぐみが出るんで、なるべく自重で落としてあげる感じです。結構水のかさは減るので、量ちょっと注意して作って大葉刻んでいきます。でここら辺ちょっと硬いところがあるんで、ちょっと V 字にカットしてあげてください。意外と大葉って口に残るんですよ。こういうとこしっかり取ってあげて、で丸めてあげて、なるべく細く切ってあげてください。ここ下手くそな店だと香りはいいんだけど、食べてみたら大葉のなんかえぐみが出ちゃったりとかするんで、ここからめちゃくちゃ丁寧に。こんぐらいですね。もう細いね。だいぶ細く切ると、口の中にあまり残らず香りだけ楽しむことができるっていう、ここがポイントですね。一つご自宅でやるときもちょっとチャレンジしてみてください。どれだけ細く切れるかチャレンジ。しっかり包丁の刃を使って潰さないようにですね。そう、これぐらいの細さで切れると、わかりますかね、こうふわっとしてる感じ。これを目指してやってみてください。何してんの？お酢か？じゃあ酢飯作っていきます。お酢と塩と砂糖ですね。切るように、この米をね潰さないように。酢飯切りっていうのはお寿司屋さんの中でも一つの技術ですよね。僕はお寿司屋で働いたことがないんでできませんが、大きい桶に米を入れて混ぜるの芸術的ですよね。技術が必要なんだあれ。結構難しいんだよね。一粒一粒に酢をまとわせる高等技術ですよね。はい、じゃあ酢飯ができました。寿司屋じゃないんでちょっとクオリティは低いですが、これで握っていきたいと思います。どうも、寿司屋の俊介です。載せろよこれも。これもアップしろよ。ということで寿司握っていきます。で僕はあんまうまくないんですけど、これ削って言って水とお酢を半々で割ってて、これを手につけて米がくっつかないようにします。あんまり手つけすぎしちゃうとべちゃべちゃになっちゃうから、圭介が食べるからちょっと多めに作るけど、でここでちょっとこう丸くね形成してあげるんですよ。こういう感じで。したらお肉持って左手で、こっちの右手でわさびです。ちょっとちゃんとつけ、ここに乗せてあげて中の空気抜きます。こんな感じで。したら一回こっちの手に乗っけ替えて、ここから握っていきます。でひっくり返して、で形整えてあげて、こんな感じです。意外とうまいよね。うまい。見れる形になる。確かに。もう一回いっとこうか。じゃあまた手つけます。右手でシャリを取ります。このシャリの硬さっていうのが結構難しくて、握りすぎちゃうと硬くなるし、握らなすぎると持った時崩れちゃうんですよ。ここがポイントです。僕も別にうまくできるわけじゃないんですけど。そしたらわさびをちょびっとつけて、で乗せます。押す、返す、これ握る、ひっくり返す、また握る。手数はね少ない方がいいですよね。美味しそうだね。もうそう。なんか難しい工程あん。より高め目指すんだったら難しいんだろうけど、一般的にここ置いて、この握る工程ですね。やっぱりこう返して、この一連の流れでこう返す、で形整えてあげる。これがねちょっとごちゃごちゃになっちゃうから結構難しい。いいね。うちの場合の味付けなんですけど、結構うちはシンプルで塩。やっぱいいお肉はねあんまり余計なもんかけない方がいいんで、バーナーで炙ります。近づけていいよね、この香りがすごく、炙った時のね独特の香りがしてくるよね。来た来た来た。もうバチバチに鮮度いいんで、あんまり炙りすぎなくていいんで、これぐらいで大丈夫です。ブラックペッパー軽くで、ごまですね。一応こんな感じで肉寿司完成です。だし温まってきたんで塩で味付けします。これもシンプルに塩で。結局そうなるんだよね。やっぱだしでうまみはもう出てるから、あと塩味だけだね。うまいね。最高のだしができましたね。でさっきさばいてあった友三角ですね、これを上に乗っけてあげます。熱々の一番だしぶっかけます。いいね。大葉たっぷり。ごまですね。
ごま結構ね入れるとなんか長谷園のなんか入ってる黄色いやつあるじゃん。あれね、サクッとしたやつ。そうそうあれね。あれっぽい味を出してくれる。最後に海苔ですね。そしたらこれでだし茶漬け2品試食に移りたいと思います。さっきの友三角を使っただし茶漬けですね。と同じく友三角の肉寿司。はい、うまそう。はい、うまそう。ずるいよ、はめちゃくちゃずるいよ。いいのこれいただいちゃって。いっちゃってください。いきます。うん。言ってる？優しい。めちゃくちゃ優しい。味が塩ベースだから、それさっぱりしてて。焼肉屋の締めとかでこれだったら最高だよね。最後さっぱり。これたまらんね。ねなんぼでもいけるわ。大葉がいいね、やっぱり。ごまとか海苔もそうだけど、和の感じで。昨日ちょっと飲んだからね。二日酔いにはいいよね。いつも二日酔いじゃないですか。大丈夫ですか？仕事できてますか？できてます。ちゃんと昼から行ってます。そうそう、寿司行こちょっと待って、食べたいから。ちょっとあんまりね、調子乗って怒られちゃうかう。ら。尺がね。これがね、もう間違いないよね。いただきます。幸せな味。ちょっと醤油につけてうまく握れてるかな。あ、全然いい感じ。いい感じ。うん、醤油の香ばしさが加わって寿司感ますね。うまっ、やばすぎ。これは寿司は結構家族行事として楽しいと思うんで、手巻き寿司じゃなくて、これね、パクパクいっちゃうよ。これパパがねこれ握ってくれたらもうね、子供すごい喜ぶよね。でも子供を相手にするんだったら3巻でちょっとあれ大変だよ。そうだ、相当握らないといけないから。相当やんないとね。もう専属でね、そんなパパになれるといいね。パパの味方だからね、このチャンネルは。というわけで、ちょっと食べてるだけなんだよ、本当に。最近ね、ちょっと周りから「お前何やってんの?」ってばっかりで、俊介ばっかりね、切って編集してみたいな。編集ぐらいやってほしいよ。風当たりがちょっと。そんな裏事情もありながらね。これはスーパーとかで仕入れたお肉でできるの？やっぱ和牛使ってほしいよね。薄切りのやつとか売ってるじゃない、パックになってるやつ。サシが若干強めのやつというか、それを買ってきて作ればすごい簡単に作れるよ。あと出汁の引き方とかは概要欄とかに説明載っけとくので参考にしてみてもらえればと思います。すごい出汁美味しいでしょ。めちゃくちゃうまいね、さっぱりしてる。という感じで今日は肉寿司とだし茶漬けっていう感じでやってきましたので、皆様もぜひご家庭で試してみてください。それではまた。ですけど、はい。はい。